今年の秋はこのフルーツを使ってジュレとパート・ド・フリュイを初めて作ってみました。とても硬くて生では食べられないこのフルーツ、皆さんは見たことがありますか？これはマルメロ。日本のカリンに似ていますが、実は全く別のものだそうです。フランスではコワンと呼ばれています。実はこちら9月の中旬にお友達の家のお庭で収穫させてもらったものです。ジャムなどにできると聞いていましたが、なんとなく手がかかりそうで、今まで挑戦したことがありませんでした。でもそれは間違いでした。マルメロは驚くほど美味しい秋の味覚で、普段のお料理をぐっとおしゃれにしてくれる存在でした。せっかくなので、今後のためにも今回の作り方を動画に残しておこうと思います。レシピも作ったので、よろしければそちらも使ってみてください。このホールが、to put it through here. Okay. Hope it's alright. まずはジュレ・ド・コワンから作ります。お友達がこれ便利だよと貸してくれたのがこの大きな3段の蒸し器。一番下に水、2段目にジュースを受ける容器、そして一番上にざっくり切ったマルメロを入れます。蒸すだけで果汁が落ちてくるという優れもの。私も初めて使ってみました。が、実は失敗しました。水加減を見ながら3時間ほど長く蒸したのですが、3キロのマルメロから70グラムしかジュースが取れませんでした。原因はよくわかりませんが、別の方法でジュレを作ってみることにしました。この後紹介する方法は家にある普通のお鍋でできますし、洗い物も少なくて、結果的にこちらの方が気に入りました。先ほどよりマルメロを少し小さく切ります。お鍋に浸るぐらいのお水を入れ、沸騰してから弱火にして、身が柔らかくなるまで30分ほど煮ます。ここで取れたジュースの重さを測り、その 60% の重さの砂糖とレモン汁を少し入れます。
とろみがつくまで煮詰めたら完成です。ただ、この煮詰め具合が少し難しくて、ちょうどいいところで火を止めないと冷めた時にゼリー状になりません。また、煮詰めすぎると飴のように硬くなってしまいます。私は今回30分ぐらい煮詰めましたが、使うマルメロだったり砂糖のパーセンテージによって変わってきます。初めてだったので固まるかなとちょっとドキドキしました。瓶詰めして2、3時間経っても完全に液状の場合はその後ジェル状になることはないと思います。その時はもう一度鍋に戻して火にかけ、少し煮詰めれば大丈夫です。次はパートドコワンを作ります。パートドフリュイという果物のピュレに砂糖を加えて煮詰めて作るフランスの伝統的なフルーツ菓子です。今回は皮を剥いて種を取り、小さめにカットしました。鍋の底が隠れるぐらいの水を入れ、蓋をして柔らかくなるまで煮ます。私はこの量で15分ほど煮ました。水分を切って実をペースト状にします。ペーストと同量の砂糖を入れ、弱めの火にかけます。マルメロにはペクチンがたっぷり含まれているので、ゼラチンは不要。鍋の底にヘラの跡がはっきりと残るぐらいまで煮詰めます。味見するとジュレに使ったジュースより酸味が強かったので、今回はレモンは入れませんでした。もし塊が弱いときは、後からもう一度煮詰めればちゃんと仕上がります。このジュレはパンにバターをのせてジャムのように楽しんだり、クラッカーにクリームチーズとスモークサーモンをのせて最後にほんの少しだけジュレを飾ると宝石みたいな前菜になります。いろいろな使い方ができそうです。そしてパートドコワンはそのまま周りに砂糖をまぶして食べてもいいそうです。私はチーズと組み合わせておつまみにするのが気に入りました。
包まなくてもいくつかのチーズと一緒にサービングボードに乗せるだけでとっても華やかになります。これからのクリスマス時期のおもてなしにも活躍してくれそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。